はいどうも、アークスティレインでございます。今回はですね、私、アークスティレインのパソコンの音楽関係特にお金使ってるんですけど、デスクトップツアーっていうパソコンのデスクトップをこう晒して自分の作業環境をシェアする動画ってすごい流行ってると思うんですけど、あれ実は私見るのすごい好きだし、いつかやってみたいなと思ったので、あとは音楽関係ですね。私が使ってる音楽関係の機材とかの紹介をする動画をアップしようかなと思ったんですけど、ただデスク周りとか音楽環境を紹介するだけじゃつまらないなと思ったので、音楽関係のグッズだったりとか音楽関係のハードウェアにいくらぐらいかかったのかっていうのをシェアしてしまおうと思います。音楽ってお金がかかるってよく言われるんですけど、じゃあ実際いくらぐらい私オキが使ったのかっていうのを一緒に見てみて、本当に金かかるんだなっていうのを実感してもらえたらいいのかなと思います。ただ先に言いますけど、今回カウントするそのグッズっていうのはあくまでもハードウェアの話をなので、例えばソフトウェア、音楽制作ソフト DAW のソフトだったりとか、あとはプラグインってあるんですけど、音を変えたりとかミックス用のプラグインとかマスタリング用のプラグインとか、そういうソフトウェア系の金額っていうのは今回はカウントしないということに決めましたので、実際に使ってる金額よりも少し安くなるとは思うんですけど、本当にこんなもんで勘弁していただきたいというような額になりそうなので、すごいへこんじゃいそうな動画になりそうだなと思ったので、今回、カウントするのは音楽ソフトとかはノーカウントにして、ハードウェアだけの金額のカウントにしようと思います。実際ショッキングな金額になりそうだなっていう予感がするので、ちょっと計算してみていくらぐらいかかったのかっていうのを一緒に驚いていただければいいなと思います。ということで、ではスタート。はい、ということでね、じゃあ実際に私のパソコンのデスクトップとか実際に見ていきましょう。はい、ということでね、これが私のデスクトップの全体のレイアウトになっております。映像制作の仕事もやってるんですけど、音楽と映像制作の仕事、この2つをこのデスクでやっております。まずデスクなんですが、これはニトリのデスクと、あとは横にシェルフをつけてます。はい。木の色合いが結構気に入ってて、おしゃれなカフェっぽいような、カフェテーブルっぽくてすごくおしゃれだなと思っていて、すごく気に入っております。で、気になるお値段が、デスク本体が11,900円。で、このシェルフですね。こっちのシェルフの方が9,990円。で、合計で21,890円でございます。PC デスクとしてはかなり安いんじゃないかなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。で、続いてが、椅子ですね。椅子。はい。椅子は結構こだわってまして、AK レーシングっていうゲーミングチェアですね。で、椅子結構こだわった方がいいと思うので、かなり奮発していい椅子を買いました。で、お値段なんですけど、今の Amazon の方で調べたところ、44,033円でございました。自分はね、ちょっとパソコンショップで現物見つけて残り1点物を買ったのでもう少し安かった気がするんですけど、今ねコロナで在宅ワークとかすごい増えているのでゲーミングチェアって本当品薄状態になってるみたいなんで、お値段張るけど座り心地本当いいですね。疲れにくいので、なのでパソコン作業を長くする人っていうのは絶対いい椅子に座った方がいいと思います。はい、ということでですね、私なんですけど、本業でも映像制作系でも座りっぱなしだし、自宅で音楽制作する時も座りっぱなしなので、さすがにそれやばいなということで、自宅ではなるべく
スタンディングデスクで仕事をするようにしてます。で、この折りたたみのスタンディングデスクの折りたたみのデスクを導入してるんですけれども、これがレビット8っていうのかな、スタンディング用の折りたたみデスクを買ってます。こいつですね、これに天板を乗っけて、キーボードとマウスも乗っけて、スタンディングで作業するようにしてます。で、お値段が6400円になってるんですけど、私はフリマアプリで見つけて、だいたい3000円ぐらいで買いました。なので今回加算するのは3000円ということにしておきます。上の天板が本当ホームセンターで買った500円ぐらいで買ったただのキーです。軽くていい感じの大きさでね、天板に乗せるとおしゃれでいい感じじゃないかなと思います。なので必然的にキーボードはワイヤレスのキーボードになります。これロジクールのキーボードですね。ロジクール製です。もう5年以上もう使ってるんですけど、全然へたらなくていい感じですね。確か当時お値段3000円ぐらいだったかなと思います。動画制作と音楽制作やる人にアドバイスなんですけど、絶対にこの10キーがついているモデルを買った方がいいです。この10キーですね。10キーないと結構不便ですね。コンパクトさはなくなるんですけど、この10キーないとすごい後悔することになると思うので、動画制作と音楽制作やる方はこの10キー付きのキーボードを買った方がいいと思います。あとはこの隣のこれですね。これがケンジントンっていうメーカーのスリムブレードトラックボールというものです。はい。音楽制作のスタジオのエンジニアさんってもう 80% ぐらいの確率でトラックボール使ってるんですけど、最初は慣れなくて苦労すると思うけど、慣れたらもうマウスの比じゃないぐらいの速度で操作できるのでおすすめです。音楽制作とかするならおすすめのアイテムですね。ケンジントンのトラックボールはおすすめです。このケンジントンのトラックボールはだいたいお値段11000円ぐらいだったかと思います。はい。で、このスタンディングデスク用にですね、購入した PC のモニターアームですね。このアームを伸び縮みさせることができるので、スタンディングモードにもできるし、座ることもできるような伸び縮み自由なモニターアームを買いました。アームを伸ばすことができるんで、簡単にスタンディングモードにできるので、かなりいいなと思います。お値段が3780円でございました。さて、ということでですね、いろいろと紹介しつつ計算してみましたけれども、最終的な金額がデスクの基本的なもので、87,203円だったということでございます。これ安いんじゃないかなと自分では思ってるんですけれども、あんまり音楽に関係ないものとかも含まれたりとかはしてるんですが、そして次からいよいよ高額になってきます。パソコンだったりとか、ちょっと高額なハードウェアの紹介にしていきますので、楽しみにしてください。では、スタート。はい、ということで、まずはですね、私のメインのパソコンですね。これ Windows のパソコンです。Windows です。BTO パソコンって言って、自分をパーツで選んでオーダーするパソコンなんですけど、つくもというメーカーのパソコンですね。で、スペックは右の空白のあたりに出しておくので、ゆっくり一時停止などしていただいて見ていただければなと思います。はい。で、この構成で当時だいたい15万円ぐらいだったかなで購入しました。当時のね、価格だったらかなりお値打ちのパソコンになってるなと思います。音楽制作やる分にはもう十分すぎるスペックかなと思います。だいぶね、重いプラグインとかも使えちゃいます。で、映像制作にはちょっと厳しいかなっていう感じはするんですけど、あと2ランク上ぐらいのパソコンがあれば 3DCG とか自宅でも一れちゃうのかなと思ってるんですけど、特にね、グラボがちょっとパワー不足な感じはしますけど、音楽制作やるんだったらこのスペックで十分
過ぎます。そしてですね、こちらですね。MacBook Pro でございます。はい。一昔前までは私のメイン PC だったんですけど、動画制作の仕事をし始めてからサブ機になってしまいました。スペックはこの右のプッシュのあたりに、右のあたりにスペック出しておきますので、ゆっくり見てください。はい。確かね、当時10万ぐらい15万かなぐらいだったと思うんですけど、このスペックだと音楽制作できるけど、重いプラグインとか挿すと動かなくなっちゃうので、いろいろと工夫が必要になってくるスペックですね。動画制作はプレミアプロでカット編集ぐらいやるんだったら全然できると思うんですけど、アフターエフェクツとかになっちゃうと無理ですね。3D ソフト、ブレンダーとかシネマ 4D とかはもう無理ですね。ただね、やっぱ Mac のノートってすごい優秀だなと思ってて、もう6年ぐらいこの Mac 使ってるんですけど、対して1回だけ壊れたけど、ほぼ壊れないし、すごい軽いので持ち運びも簡単にできるから、外のレコーディングとか行くときとかはこいつがすごく役立ちます。はい。そしてこの隣にあるのが Ableton Push という、Ableton Live のコントローラーですね。で、Ableton Live って何っていう方に関しては、以前アップしたおすすめの音楽ソフトの動画を見ていただければと思います。関連動画に出しておきます。で、これお値段ね、セールで確か7万円ぐらいだったと思います。高いっすね、プッシュは、本当に。でもね、すごい音楽制作に重宝しているので、今度ね、この Ableton Push、これ2なんですけど、Ableton Push 2の紹介動画とかもアップできたらいいなと思っております。はい、そして、隣にあるのがギターですね。ギターです。はい。フェンダーのテレキャスターというギターです。中古で買いました。5万円ぐらいだったと思います。はい。ギターとしてはかなり破格だと思います。で、ちなみに、この前は、リッケンバッカー 620 っていうギターをメインで使っておりました。そのギターは20万円ぐらいしました。めちゃくちゃいいギターだったんですけど、引っ越しのタイミングでもう売っちゃいました。で、このピアノが工具っていうメーカーの B1 っていうモデルの電子ピアノですね。5万円ぐらいだったと思います。はい。ミディアウトがついてないタイプのモデルなので、オーディオアウトしかないのがちょっと辛いところではあるんですけど、僕が初めてね、本当のちゃんとしたピアノを初めてこの工具 B1 でデビューしたので、これ毎日ね、弾き狂って練習してました。今もちょこちょこ弾いてピアノ楽しんでおります。はい。はい。ということで、デスクトップに戻ってきまして、まだまだね、音楽関係のハードウェアいっぱいあるので見ていきましょう。ですね、まずこいつがですね、フォステクスっていうメーカーの PM03 っていうスピーカーです。で、左右別売りなんですけど、左右合わせてだいたい1万4000円ぐらいで買いました。DAW やってる人はね、もっとでっかいスピーカー買うのが普通だと思うんですけど、家でそんな爆音にできないだろうということで、小ぶりで安いこいつを、あと可愛いこいつを買いました。でもね、十分爆音出ます。自宅で制作する人はこのレベルで十分だと思います。で、その下にあるのが、パソコン屋さんで買ったエレコムの安いスピーカーですね。多分1500円とかそんなもんだったと思います。で、音楽のリスニングって、いいスピーカーで聞くって大切なんですけど、この安いしょぼいスピーカーであえて聞いてみるっていうのもすげえ大切なんですね。なので、あえて安いスピーカーを設置してみて、で、このいいスピーカーで音質をチェックして、安いスピーカーでもチェックして、そしてヘッドホンでもチェックして、最後車のスピーカーでチェックしてみたいな感じで、たくさんスピーカーを使ってチェックをしております。ということで、続いてはですね、ヘッドフォンですね。このヘッドフォンは、一時期超絶流行したビーツっていうメーカーのソロ2というモデルです。確かね、2万円ぐらいしました。
で、音楽制作用っていうよりは、まあ流行りと見た目に乗っかって買ったって感じだったんですけど、で、このヘッドホンは正直失敗だなと思ってます。このね、イヤーパッドのところ見てもらうとわかるんですけど、すぐよれちゃって、これ本当はビニールがかぶさってたんですけど、ビニール全部取れちゃってます。で、音も悪くはないけど良くもなく。そして、これ、Bluetooth でワイヤレスで接続できるんですけど、このワイヤレスの接続も弱くて、本当おすすめできないヘッドフォンでございます。まあ今はね、ソロ3とかが出てるみたいなんで、どうなんですかね。もしかしたら良くなってるのかもしれないんですけど、まあ、使ってる人とかいたらぜひ感想を教えてほしいですね。はい。そして、その隣にあるのが、オーディオインターフェイスでございます。まあ、パソコンにギターとか歌とかをつなぐための機械なんですけど、ヤマハスタインバーグの CI2 プラスというインターフェイスでございます。当時、Cubase 6のアーティストモデルっていうソフトがバンドルされてて、確か2万円ぐらいでセールとかで買った気がします。で、私初めての音楽制作ソフトは Cubase で、このオーディオインターフェースと一緒に買ったっていうのが、DAW、卓録のデビューのきっかけでした。で、もうかなり古くて結構ガタも来て買い替えをする予定なんですけど、ちょっと自慢なんですが、このですね、このサイン、これ、エルレガーデンのですね、高田さんのサインが入ってまして、ちょっとしたご縁でお会いしてサインをいただいたので、ちょっと捨てられずにずっと使っているオーディオインターフェースでございます。まあもうね、6年とかずっと使ってるけど、壊れないし、音もね、よく取れるし、あと、初めてのオーディオインターフェースということもあるし、大好きなエルレガーデンのサインも入っているし、ね、ちょっと思い入れのある捨てられないオーディオインターフェースでございます。これからもね、捨てることはないと思うので、大切に使っていこうかなと思ってます。はい。はい。そしてですね、このデスク上の MIDI キーボードなんですけれども、これはですね、アレシスっていうメーカーの Q49 っていうモデルですね。MIDI キーボードで49鍵って結構珍しくて、自分としてはちょうどいい鍵盤数だなと思ってます。これより少なくても困るし、これより多くても使わないのかなと思っておりまして、この49鍵っていうのはかなりいいのかなと思います。で、5年ぐらい使ってて、2回壊れてるんですけども、2回とも自分で分解して修理をしました。未だに現役で使っております。はい。そして、こちらのマイクが、オーディオテクニカっていうメーカーのコンデンサーマイクです。お値段安くて15,000円ぐらい。これ安くいいんですけど、めちゃくちゃいいマイクです。卓録だったらこれで十分だと思います。で本当にね、いいレコーディングスタジオは、もう50万とか当たり前にするんですけど、自宅で卓録するぐらいだったら、このレベルのコンデンサーマイクで十分大丈夫だと思います。はい、そしてこちらがシュワーっていうメーカーのマイクです。ベータ 58A っていうマイクなんですけど、かなり有名なマイクのメーカーのマイクです。これ昔バンドやってた時に突然ベース担当してたアシモ君っていうベーシストが突然くれました。普通に買うと多分これ2万円とかするんだと思うんですけど、でこのダイナミックマイクって卓録に非常に相性がいいのだと僕は思っていて、余計なね環境音とかあんまり拾わないので、逆にねコンデンサーマイクよりもこういうダイナミックマイクの方が良かったりとかすることよくあります。未だに使ってます。アシモくん本当にありがとうございます。ここにあるのがペンタブです。これワコムのペンタブなんですけど、音楽制作でもペンタブたまに使うんですが、主にね動画制作、私の本業の動画制作と、あとはたまにイラスト描いたりとかするんですけど、そういったイラストを描いたりとか、あとノートテイキング、パソコンで手書きでノート書いたりとかするんですけど、そういうノートを書くときとかに使ってます。なくてもいいかなと思うんですけど、なきゃ仕事できないってことではないんですけど、便利なのでたまに使ってます。お値段は
だいたい7000円ぐらいでございました。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。本当はね、もう少し小物だったりとか、あと外付けハードディスクか。あとはなんかギターのケーブルだったりとか、もう少しいろいろ細々としてるものがあるんですけれども、ちょっとキリがないというところと、今回デスクトップツアーということで、面白い機材だけ見せればいいのかなと思ったので、こんなもんにしようかなと思います。で、純粋に音楽以外の機材とか、椅子とかいろいろありましたけれども、最終的な合計金額が、69万1203円ということになりました。わははは。随分な金額ですね。とはいえ、今回は過去に買ったギターだったりとか、あとは、アコギとかもあるんですけど、これ紹介してなかったよ。アコギだったりとか、買っても使わなくて売ったりとか捨てたりとかするようなものもあったりもしますし、冒頭でも言いましたけど、パソコンの中に入っている音楽関係のソフトとかってもう非常に高額なものが結構あったりするので、例えば Waves っていうソフトは4万円ぐらいでセールで買ったし、Ableton Live っていうソフトは10万円するし、FL Studio っていうソフトも3万円ぐらいするし、Logic Pro も2、3万円するし、やっぱりね、結構大きなお金は使っていますね。多分、もろもろ含めると100万円とかはいってるんじゃないかなっていう感じがします。あとは、昔バンド活動やってた時に、週で何回スタジオに入って練習するとか、あとは、ツアーとかに行こうってなって、ツアーでやっぱ赤字になっちゃったりとかするので、交通費だったりとか、赤字分とか、そういう赤字もあったりとかするし、結構な金額を音楽にかけてきているなぁと、しみじみ思いました。これからね、音楽やってみようとか、バンドをやってみたいとか、音楽作ってみたいとか思ってる方には、良くも悪くも参考になるんじゃないかなと思いますので、本当にね、お金って大切だから、うまく、資金をやりくりしていただいて、必要なものだけを買うような音楽活動していただければ、バンドマンお金ないってよく言われますけど、貧乏バンドマンにならないように、うまく資金をどう使うのかっていうのを考えながら、音楽活動を楽しんでいただければいいなと思います。あとは、こんな機材買おうかなと思ってるけどどう思うとか、この機材使ってみてどうだったとか、使用感だったりとか、ご質問いただければ分かる範疇でアドバイスしていくので、お気軽にコメント欄の方までコメントお願いします。では、今回の動画が良かったという方は高評価とチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。といったところで今回はこんな感じで、また次回の動画でお会いしましょう。See you!